Cześć, jestem ゆきみん。こんにちは、ゆきみんです。今日はポーランドのあるマクドナルドのお店で見たちょっと興味深い光景についてお話ししたいと思います。Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Interesuje mnie, co Polacy myślą na ten temat. Będę wdzięczna za komentarz.そもそもなんで私がマクドナルドにいたかっていうと、このねホストのエアビーのホストの方とそこのマクドナルドで待ち合わせをしたんですよ。チェックインをする時に待ち合わせをしたんですよ。エアビーって結構鍵はここに置いてあるので自分で入ってくださいねっていうセルフチェックインのお家も多いんですけど、今回のホストの方はお仕事の帰りにその駅の近くのマクドナルドに行くからそこで待ち合わせして一緒にお家まで行きましょうって言ってくれたんですね。で、私はこの間の滞在先のウッチからワルシャワまでフリックスバスに乗ってきて、でそこから電車で移動してそのマクドナルドで待ってたんですね。でその待ち合わせの時間までに結構時間があったんですよ。なので、時間にしてだいたい1時間半ぐらいかな、ちょっとマクドナルドで時間を潰しました。ちょっと長いんですけど1時間半ぐらいとねコーヒーを買って、コーヒーとアップルパイ、これです。アップルパイを買って本当に久しぶりにマクドナルドのアップルパイ食べたの多分小学生ぶりとかかな。すごいね好きだったので懐かしいなと思いながらアップルパイを食べて待ってました。で私はそのアップルパイを食べながらコーヒーを飲みながらちょっと人間観察をしてたんですよ。みんなが何喋ってんのかな、わかんないですけどね、あんまりわかんないんですけど、みんな何喋ってんのかなとか、なんか何してんのかなっていう風にじーっと周りを見てたんですよね。そしたら私が座ってる席の真向かいに座ってた男性がすごくね面白かったんですよ。ちょっと面白いっていう表現がいいのかわかんないんですけど、その男性私最初の30分ぐらいは全然何も思わなくて、普通に前でハンバーガーとポテト食べてるなぐらいに思ってたんですよ。そうで真向かいの方なんであんまりジロジロ見るのもなと思って、ハンバーガーとポテト食べてるなってただそれだけだったんですけど、そしたら私が見ていたあるカップルがスッと立ち上がって自分たちが買ったハンバーガーのうちの、そのカップルで2人なのにハンバーガーが3つあったんですけど、そのうちの1つをその男性にポンって渡したんですよ。で私最初それもなんでかなと思って、なんか知り合いなのかなと思って、その男性もありがとうみたいな感じで食べ始めたので、知り合いで一緒に注文してたんかなって思ってたんですよ。でまたしばらくしたらまた全然違うご夫婦が自分が買ったトレーの上に置いてあるものの中からハンバーガーとポテトをそのままその男性にポンって渡したんですよ。でその時にそういうことかって初めて気づいたんですよ。なんか私から見るとあんまりその方はそういうお金に困っている方とか食べるのに困っている方っていう風には見受けられなかったんですけど、本当によくよくちゃんと見てみるとちょっと服が薄汚れてたりとか、ちょっとでもほんとちょっとなんですよ。なんか私からしたらあんまりその差がわからないぐらい、ほんとちょっとだけ薄汚れた格好をしていて、ちょっとだけズボンの裾とかも破れちゃってたりとかするんですけど、でもパッと見て何かすごい違うっていうような違いはないぐらいの方だったんですよね。でもいわゆるお金がなくて食べるのに困っているっていう風な感じの方なんだと思います。でそんな感じでいろんな方からハンバーガーとかポテトとかシェイクとかをもらって食べたり飲んだりされてはったんですけど、私がね結構一番びっくりしたのは日本でもあるのかな、結構このポーランドはマクドナルドは直接注文するんじゃなくて、もうここに写真、このパネルでね注文する形式が結構もう浸透してきてて、どこのマクドナルドに行っても1台ないしは 4,5 台ぐらいこのパネルが置いてあって、自分で注文して、でクレジットカードもそこに入れて、でそのレシートが出てくるんですよ。でそのレシートに番号が書いてあって、その番号の札を持っ
で自分の席で待ってると、そこにお店の方が注文したハンバーガーを持ってきてくれるっていうようなシステムがあるんですけど、びっくりしたのが、ある男性がそのパネルでハンバーガーとか注文して、でその出てきたレシートと番号の札をそのまま私の向かいの男性に渡したんですよ。で去っていったんですよ。自分は何かを頼んだわけじゃなくって、その男性に「はい、これお店の方から受け取ってね」みたいな感じで札とレシートを渡して去っていったみたいな。もし日本だったら同じようなこと起きるかなって。お腹が空いてる方が、そうと分かるような見た目でマクドナルドの隅っこに座ってても同じようなこと起きるかなってちょっと思ったんですよね。でその男性よく食べるんですよ。私が1時間半ぐらい行った間でもうなんか休む間もないっていうか、もうどんどんみんなハンバーガーくれるし、どんどん食べるしみたいな感じで、だから私それ見ながらこの男性めちゃくちゃマクドナルドに貢献してるなって思いました。一人ですごい売り上げ、少なくとも1時間半アップルパイとコーヒー1杯でそこに居座っていた私よりもよっぽど貢献してるなってちょっと思ったんですけど、男性がお金くださいとか、今お腹空いてるんですとか、他のお客さんに直接頼み込んでたわけじゃないし、あとなんか例えばそのマクドナルドのパネルの使い方をこうやってやるんだよみたいに観光客の方に教えてたわけでもないんですよ。ただただその男性はそこに座ってたっていうだけなんですけど、どんどんハンバーガーをもらってたんですよね。ちなみにポーランドのワルシャワではお金がなくて食べるのに困っている方には無料で国がご飯を配給するシステムとかもあるので、そんなになんか最終手段としてそのマクドナルドに座っているっていうわけじゃないと思うんですよ。例えばインドとかフィリピンとかに行くとお金ちょうだいお金ちょうだいって何回も言われて追っかけてくる子どもたちとかもいたし、そういうのと違ってただただマクドナルドに座ってる、ちょっとだけ汚れた服を着ているけど、ただ座ってるっていうだけの方にどんどんみんながハンバーガーを買ってあげるっていうのがすごくね興味深いなって思いました。でもなんだろう、そのお金をちょうだいって言われてお金をあげるっていうのと、なんかマクドナルドでハンバーガーをあげるっていうのってちょっと違うかもしれないですよね。特に日本とかって結構政府はお金で対策すると思うんですけど、いわゆる現物支給をするところも国としては多いわけですよね。例えばそのポーランドもお金がない方にもご飯をちゃんと配給してたりとかするので、なんかそういうのも国の違いとしてあるのかなと思ったりとか、こういうテーマってすごく難しいと思うんですよ。私も何年もこのことを考えてるんですけど、でも未だにその一概にこれっていう答えはないなってすごく思ってて、私が最初に経験したのはインドに行った時だったんですよ。その大学1年生の夏休みにインドに行った時にお金をちょうだいってね子供が来たんですよ。でなんかその子供の後ろでお母さんが赤ちゃんを抱っこしながら、もうなんか本当に何日もお風呂入ってないんですみたいな感じの格好で赤ちゃんを抱っこしながら泣いてるんですよね。わかんない演技だったかもしれないし、よくわかんないんですけど、なんかその時の私は持続性みたいなことをあんまり考えなかったんですよね。私が今持ってるたったこれだけのお金で今この子供とお母さんが今日明日美味しいご飯が食べられるんだったら、私は別にいいやって思ってお金あげちゃったんですよ。でそのお金をあげたら、案の定ね、皆さんの予想通りもっともっとすごい数の子供たちがわーって私の方に寄ってきて、私は取り囲まれて大変なことになったんですけど、っていうのが私の一番初めのそういう体験だったかな。でそれから結構いろんな、地域を旅していく中でそういう場面にはいろいろ出くわして、そのたんびにお金を私はあげたりあげなかったり、お金であったり食べ物をあげたりとかあげなかったりとか
していきました。本当に私の個人的な考え方なんですけど、よくこういうテーマになると意見として、もしあげちゃったらこの人たちは働かなくなるからいつまでたっても仕事しなくなるし、だからあげるべきじゃないっていう意見もあると思うんですよ。私もそれはすごくよくわかる、本当に良くない話なんですけど、例えばそれでお金がもらえるっていう風に分かってしまった方の中には、自分の子供の手足をちょっとね切り落として、でそれをこう見せつけるがごとくねお金をくださいっていう風に言う方、一種ビジネスではないけどそういうやり方を身につけてしまったりとか、することもあるっていうのも知ってるし、持続可能性みたいなことを考えると、そのお金をポンポン上げるのは本当に良くないっていう意見もすごくわかるんですけど、でもじゃあ観光として今旅行としてね行ってる私がお金ちょうだいって言われて、いや働けよみたいな、ちゃんと今すぐ働きなさい、働いてお金稼ぎなさいって言って、でしかもその方たちがちゃんと職業についてお金を稼ぐところまで見守ってあげられるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。そういうこともあって、状況に応じてお金をあげたりとかご飯をあげたりとかあげなかったりとかします。で、その状況っていうのはちょっとだけ何かしてもらう、本当にお金ちょうだいお金ちょうだいって言われてポンって渡すっていうのは絶対にしないんですけど、例えばじゃあ一緒に写真撮ってくれるとか、じゃあちょっとこの言葉タガログ語で何て言うか教えてくれるとか、なんかちょっと自分もその子たちその方たちから何かをもらって、その対価としてお金だったり、ちょっとお菓子をあげたりってするっていうのは、よくあるパターンかなと思います。本当にあの光景はすごい不思議だったな。なんか目の前でどんどんハンバーガーとポテトがやってきて、どうだろう、日本みたいにこう政府がある程度ちゃんとしていて、なんていうか富の再分配というか、お金がある人たちからこうちょっとはなだらかになるようにお金を再分配するっていうことがちゃんとね政府の機能として成り立ってる国もあると思うんですけど、私が思うのはそういう本当にお金ちょうだいっていうことが当たり前になってる国って、国がちゃんとお金をもう一回分配する役割を果たしてないんじゃないかなっていうふうに思います。でもね、なんか私は私の前でマクドナルドをいっぱい食べてる男性を見て、嫌な感じがしなかったんですよね。なんかこの不思議な感覚。たった1時間半男性がそこに座ってることで、少なくとも私よりは経済を動かしてるなって思ったし、はい、ということで、ちょっと私がマクドナルドで見た興味深い光景についてお話ししました。こういうテーマってこれが正しいとかこうあるべきみたいな、そういう必ずしも正しい答えっていうのはないと思うので、皆さんの考えとか感想とかあれば教えていただけると嬉しいです。ではゆきみんでした。バイバイ。ダビゼニャー。